今回のエピソードでは徳島県は美馬市を車で縦断、対向車を避けるのに苦労するような細い山道を抜け、秘境に佇む美しき風景に癒され、鍵が大量に収められたお堂を発見し、今なお現役で使われる古代神殿の跡を訪問します。それでは旅の始まりです。すごい道路ですよね。さすが徳島。これが国道なんですよ。徳島の山道は細いってよく聞くけど、まさかここまでとは。皆さんもきっと不思議に思われてることでしょう。なんでこんな道が国道なのかって。一言で言えばこれしか道がないからです。とは言っても徳島全土がこんな未開の地というわけではありません。吉野川の周りにとても広い扇状地があって、その辺りは結構町なんですよ。ということで改めましてこんにちは。今回は徳島県の美馬市を北に縦断しながら気になる場所をいくつか見て回ろうと思ってます。具体的には4カ所ぐらいですかね。もちろん途中で気になるところを見つけたらどんどん寄り道するつもりです。とは言ってももう11時半になるんですけどね。笑うしかないです。なんと道路が片側1車線になりました。これでしばらくは対向車に怯えないで済みますね。さて現在は今日の第一目的地に向かっているところです。もうそろそろだとは思うんですが、まさかの工事中。しかもカーナビ曰くこの右側が目的地のようです。ひとまずどこかで U ターンしないといけませんね。でもこの先に回れる場所なんてあるんでしょうか。すごい不安なんですが、ちょっと狭い気もしますが、ここで回してみます。車が小さくてよかった。っていうか他に車が来たらアウトでしたね。ひとまずここに車を置かせてもらいましょう。っていうかここぐらいしか置ける場所がないです。目的地が工事区間の中にあったのですが、見に行っても大丈夫ですよとのこと。お言葉に甘えて歩いて見に行きます。これは想像していたよりもずっと立派な滝じゃありませんか。これが今回の第一目的地であり、今日の旅のスタート地点、環状の滝です。落差は33メートル。ちょっとしたマンションぐらいの高さでしょうか。涼やかな水音を響かせるこの滝は地元では五所ヶ滝と呼ばれているそうです。古くから名の知れた滝であり、この滝のしぶきが道行く人の衣服を濡らしたと言われています。なぜ五所ヶ滝って呼ばれてるのか気になって調べたんですが、何も分かりませんでした。なんか理由がありそうなもんですけどね。にしてもとても綺麗な滝です。水が斜めに落ちてまるで誰かにデザインされたかのよう。もう少しゆっくりしたいところですが、あいにく時間がありません。ということで次の目的地に向かいましょう。さてと、降りれたはいいけど登れるかしら。無事に戻ってきました。これから来た道を北に戻ります。この次は白人神社という神社に向かうんですが、そこもこの景色だけはいい国道上にあるので、もうしばらくこの道を走ります。ちなみに次の目的地なんですが、奥宮に古代神殿の遺跡があって、それが真の目的だったりします。本殿から奥宮までどれぐらいあるのかわからないのがちょっと心配です。まさか登山をしなきゃいけないってことはないと思うんだけど。神社に向かっている最中ですが、左手に気になるものを発見。早速寄り道をすることにしました。何やらお堂のようなものがありますね。お地蔵様とかでしょうか。どうやら小糸太子堂というお堂のようです。平成以降に建てられたと思われます。まあ
成就させたい恋もないんですが、ひとまず挨拶をしましょう。ご尊顔はこんな感じ。太子堂ですし、弘法大師さん。なぜかお堂内にはおびただしい数の鍵が。一体これは何なんでしょうか。答えはお堂の裏側のフェンスにありました。これはいわゆる愛の南京錠ってやつですね。随分と年代物っぽい鍵もあります。なるほど、カップルでここに錠をかけてその鍵をお堂に備えるってわけですね。にしてもどうしてこんな僻地に恋人の聖地みたいなのがあるんでしょうか。どうやらこの近くに恋人峠という場所があり、それが由来のようなのですが、つまり源平合戦で落ち延びた平家の奥家さんが峠が厳しすぎるせいで恋人と別れることになった地ってわけですね。そんな別れの地で愛を誓い合うわけですか。ある種の嫌がら。やっぱやめとこう。では気を取り直して白人神社に向かいます。ちなみになんで恋人と書いて恋人と読むんだろうと不思議に思って調べてみたんですが、どうも漢字は当て字のようです。白人神社まではあと 2,3 キロってところだと思うんですが、おやおや、不自然な大木が見えますね。さてはあれが神社ですね。ここが目的地で正解みたいです。左手に駐車場があるのでそこに車を止めます。さてそれじゃあまずは白人神社にお参りをしましょう。伝承によると西暦500年頃に白髪のおじいさんが天から降りてきてこの地を区内と改めるよう発言したのが起源とされています。その後一度衰退したようですが、1600年頃に近くに居城を構える稲田氏が再興し現代に至るそうです。かなり歴史ある神社のようですね。白髪のおじいさんが天から降りてきてっていうのはちょっと神話チックですが、機内の方から誰かが落ち延びてきてそれが起源となったとかはありそうですね。っていうか、もしかして五所ヶ滝という呼び名はこの神社の起源が関係してるのでは。区内と改めろって言ってたわけですからね。これは結構的を得てるんじゃない？まあ確認する術がないけど。これが白人神社の拝殿です。とても立派な建物ですね。拝殿にはウサギのレリーフが彫られています。これは白いウサギが神様のお使いだとされているためです。それではお参りをしましょう。神社だから二礼二拍手一礼でいいかな。せっかくなので少し中を覗いてみましょうか。どんな感じかな。とても綺麗にお祭りされていますね。中央の金色の鏡は何なんでしょうか。拝殿なんでご神体ではないでしょうけど。銀色の鏡はよく見ますが金色は初めて見ました。なかなかに興味深い神社ですね。気になることはいろいろありますが、ひとまず遺跡があるという奥宮へ向かいましょう。遺跡といっても今でも現役の社として使われています。ネットで写真を見た感じ、かなり不思議な場所なんですよね。九段の遺跡はこの上にあります。思いのほか急でちょっとたじろぎました。見えてきました。ついにご対面です。これがその古代神殿の跡です。今は岩坂神明神社と呼ばれています。発見されたのは1740年頃、江戸時代中期ですかね。では中に入ってみましょう。ご覧の通り一般的な神社の形態とは大きく違い、
全周が石垣で囲われています。入り口には謎の板石が一つ。中に入るためにはかがまなければならなくなっています。そして神殿の内部には板石で作られた祠が5つ。不思議な構造ですよね。神秘的ですが若干の不安を感じる場所でもあります。なんだか知らない場所に迷い込んでしまったような。やっぱり見慣れないからでしょうか。考えれば考えるほどわからなくなってきます。そもそもなんで石造りなのか。日本は木造文化ですし、ここは山の中。木なんていくらでもあるんですよ。大昔はこの山がつるっぱげだったってわけでもないでしょうに。ここもいろいろ調べたら面白そうですね。文献とかあるんでしょうか。名残惜しいですが次の目的地に向かうとしましょう。ここは好きな人にとってはたまらない場所ですね。今でも神社として使われてるってのも面白いですよね。それでは次の目的地であるうだつの町並みに向かいます。うだつの町並みは江戸時代中期から昭和初期の建物が85棟も残っている地区です。こちらは結構メジャーな観光地のはずです。まあ行ったことないんですけどね。